今日はローストビーフを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はローストビーフを作りたいと思います。はい、ということで今回はクリスマスにぴったりなローストビーフを作っていきます。お肉を柔らかく仕上げる方法などをご紹介していきます。さらにですね、ローストビーフにぴったりなソースの作り方もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにローストビーフのお肉の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛ももブロック、塩、お砂糖、黒胡椒、オリーブオイル、ニンニク。こちらの材料でお肉を作っていきます。まずお肉なんですが、牛もものブロックです。今回は約 400g のお肉を使っていきます。だいたい 400g から 500g ぐらいのお肉を用意してください。そしてお肉を柔らかくするポイントなんですが、塩と一緒にお砂糖をすり込んでいきます。お砂糖をすり込んでいただくことで、お肉の水分量を保つことができます。さらに塩だけ揉み込んでしまうとちょっとしょっぱくなってしまうので、そこに砂糖を加えていただくとコクが加わって美味しい仕上がりになります。続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。玉ねぎ、お酒、お醤油、みりん、蜂蜜、有塩バター。こちらの材料でソースを作っていきます。さらにですね、先ほどお肉を作る時にご紹介したニンニクも入れてソースは作っていきます。ソースに使うお酒なんですが、今回はね、こちら、清酒を使っていきます。こちらは食塩ゼロのものなので、塩味がないものになります。ない場合は料理酒でも大丈夫なんですが、その場合は味の濃さを調整して作ってみてください。さらにお好みで赤ワインで代用していただいても OK です。甘みなんですが、今回は蜂蜜を加えていきます。お砂糖ではなくて蜂蜜を使っていただくとコクがアップしてとても美味しいソースに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずこちらのお肉の下準備をしていきます。キッチンペーパーを用意してください。そして今冷蔵庫からすぐ出したてのお肉なんですが、このようにね水分が出てます。なのでこのね出ている水分をしっかりと拭き取ります。そしたらですね、バットの上に置いて、まずはじめにお砂糖をすり込んでいきます。こちらのお砂糖は一番はじめにすり込まないと中に入っていかないので、必ず一番はじめにすり込むようにしてください。ではね、こんな感じでね、お肉にすり込んでいきます。全面にね、すり込んでください。はい、このようにすり込みましょう。そうしましたら続いて塩をすり込んでいきます。こちらもですね、全面にまんべんなくすり込むようにしてください。塩の量に関しましては、お肉のだいたい 1% ほどの塩をすり込むようにしてください。はい、OK です。そしたらね、続いてこちらのニンニクですね。ニンニクを切ってニンニクの香りをすり込んでいきます。なので、まずね、ニンニク半分に切ります。芽はね、最初に取り除いちゃいましょう。そしたらこの断面を下にしてお肉にすり込んでいきます。香り付けするイメージですね。こちらも全面にやっていきましょう。はい。で、すり込んだこちらのニンニクなんですが、一度ね、軽く拭き取っておきます。このニンニクは後ほど焼く時にも使っていくので、必ず取っておいてください。そして最後にですね、黒胡椒を振ります。こちらもね、全体に振っていきましょう。はい、OK です。そしたらですね、表面が乾燥しないように一度ね、お肉をくるみます。あとね、ぴったりくるんでいただくことで、砂糖と塩も浸透しやすくなります。はい。そしてこのようにね、ラップにくるんだら、このまま1時間から2時間ほどお肉が常温になるまで置いておきます。このようにお砂糖と塩をまぶしてから置いていただくことで、お肉に下味がついて、さらにとても柔らかい仕上がりになります。放置するときは冷蔵庫じゃなくて常温でそのまま置いておいてください。季節によってこのお肉が常温に戻る時間が変わってくるので、様子を見ながら放置してください。そうしないとね、中まで火が通りにくくなってしまいます。それではこのまま置きたいと思います。はい、お肉が常温の状態に戻りました。今回私は1時間半置きました。これもね、先ほど言ったんですが、この時間は調整してください。そしたらですね、ラップを取り外します。
そうするとですね、また水分が出てるので、これをですね、しっかりとキッチンペーパーで拭き取ってください。そうしないとね、お肉の臭みなども残ってしまうので、しっかりとね、キッチンペーパーで水分を拭き取ってください。はい、OK です。それでは今からこちらをフライパンで焼いていきます。ではフライパンにオリーブオイルを入れます。こちらオリーブオイルがない場合はサラダ油でも OK です。そして先ほどね切っておいたニンニクを入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。まずニンニクの香りが出るまで加熱していきます。はい、このようにねニンニクはじゅわっとしてきて香りも立ってきました。そしたらお肉を入れます。お肉入れたら火加減強火にします。強火にしたら全面をだいたい1分ずつ焼いていきます。ニンニクはいい焼き色がついたら取り出します。はい、今1分経ったので裏返します。よいしょ。はい、こんな感じでね美味しそうに焼き色がついてます。ではこのままね全面焼いていきたいと思います。結構ね油跳ねするのでやけどしないようにだけ注意してください。はい、側面もこのように焼いてください。はい、このように焼き色がついたら火を止めます。こんな感じでね美味しそうに焼き色がつきました。フライパンから取り出します。そしたらですね耐熱のジップ袋を用意してください。この中にお肉を入れます。はい、しっかりと空気を抜いて口を閉じます。きちんとね密閉させてください。こんな感じです。このように空気を抜いてください。お鍋にお水を張ってそしてお湯を沸かします。60度ぐらいまで温めてください。こういった温度計があるとね一番なんですけれども、もしない方はですねだいたいお風呂の温度よりも熱いぐらいですね、少し鍋肌に気泡ができてくるぐらいまで温めてください。こちらの温度計とかは100円ショップにも売ってるのでぜひチェックしていただけたらと思います。はい、見えますかね。このように鍋肌部分にちょっと気泡ができるぐらいですね。このぐらいまでお水を温めてください。そして60度ぐらいまでになったら火を止めます。このぐらいの温度でこれから炊飯器を使って最後ねお肉に火を通していきます。それでは炊飯器の釜の中にお肉を入れます。この口の部分は一度ね上げておいてください。そしてここに温めたお湯を入れます。きちんとお肉が浸かるまで入れてください。ここでね袋に空気が入ってるとお肉が浮かんでくるので注意してください。あとねこのようにお湯を入れるとちょっとね空気がね出てくるので、そしたらちょっと口を開けて出た空気を潰してまた口を閉じてください。こんな感じです。それではですねこちらを炊飯器に戻して保温状態で1時間置きます。これ以上熱いお湯に入れてしまうとお肉がねパサつきやすくなったり、あとは硬くなってしまいます。なので60度ぐらいの温度をね必ずキープするようにしてください。それでは炊飯器の中で火を通している間にソースを作っていきます。まずねこちら先ほど使ったニンニクです。こちらを細かくね刻んでいきます。はい、このように細かめに刻んでください。続いて玉ねぎです。玉ねぎはねすりおろしていきます。この時ね手を怪我しないようにすりおろしてください。はい、玉ねぎはこのようにすりおろしましょう。玉ねぎの準備はこれで OK です。それではですね先ほどお肉を焼いたフライパンをね用意してください。お肉の旨味もあるのでこのまま使っていきます。なのでお肉を焼いた後はねフライパンを洗わずにそのまま取っておいてください。ただねこういったねカスも残ってるのでこちら余計なねカスだけは取り除きます。こんな感じでねキッチンペーパーで取りましょう。こんな感じ。はい、まあざっくりで大丈夫です。気になるところだけ取り除いてください。そしたらですねこの中にすりおろした玉ねぎを入れます。あとはニンニクです。そしてお酒とみりん、あとはお醤油、そして蜂蜜です。バターはね最後に加えていきたいと思います。これで一度火にかけましょう。火加減は中火です。このように混ぜながら一度煮立たせてください。はい、で周りがねふつふつしてきました。このままね加熱し続けてください。玉ねぎにしっかり火が通って玉ねぎの辛みが取れるまでねしっかりと煮詰めてください。途中でね水分量が足りなくなったら少しお水を加えてください。ふつふつしてきてからだいたいね1分ぐらい加熱したら最後ねここにバターを入れます。そして加熱していきます。はい、OK です。バターが溶けたら火を止めます。これでローストビーフのソースは完成です。こちらはですね一旦粗熱を取っておきます。
はい、1時間経ちました。開けます。オープン。じゃじゃん。はい、今このような状態です。そしたらね、炊飯器からこちらを取り出します。はい、取り出しました。取り出したらですね、さらにこのまま1時間置いて粗熱を取ります。はい、今ね、1時間ほど置いて粗熱を取りました。そしたらですね、こちらのお肉を取り出します。取り出す前にですね、まな板にラップを敷いてください。では、取り出します。よいしょ。このように取り出したらお肉をラップで包みます。あとはですね、こちらを冷蔵庫で1日しっかりと冷やしてください。このように冷蔵庫で一度冷やしていただくことで肉汁を中に閉じ込めることができます。もし時間がない時は1時間だけでも OK です。一度冷やしてから切ってみてください。ではこちらはですね、冷蔵庫で1日冷やしたいと思います。そしてジップ袋の中に残ったこちらのお肉の汁ですね、こちらはね、先ほど仕上げたソースの中に入れていきたいと思います。はい。ではね、先ほどね、仕上げたソースの中に、ジップ袋に余ったこちらのお肉の汁を入れていきます。はい。全部入れます。そしてもう一度火にかけます。さらにね、これでお肉の旨味も加わって、より美味しいソースに仕上がります。これで一度ひと煮立ちさせてください。はい。このように全体がクツクツしたら火を止めます。そしてあとはね、最後味見をしてお好みで味は整えてみてください。ソースはこれで完成です。はい、冷蔵庫で1日冷やし終わりました。ではね、ラップを外したいと思います。はい、このようにね、とても美味しそうに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、中はこのようにしっかりとね、肉汁が閉じ込まってます。とてもジューシーに仕上がりました。はい、これでローストビーフの完成です。こんな感じに仕上がりました。お肉はこんな感じでとても柔らかジューシーに仕上がってます。こちらの手作りソースをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではソースと一緒にいただきます。お肉はとても柔らかジューシーです。そしてお肉はとてもみずみずしいです。このソースがね、もうお肉の旨味がたっぷりですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のローストビーフのポイントです。まずお肉なんですが、冷蔵庫から出したら一番初めにお砂糖をすり込んでください。このお砂糖はですね、お肉の水分をキープすることができるのと、あとはですね、コクも加わるのでとても美味しい仕上がりになります。ただお砂糖は一番最初にすり込んでおかないと中に入りにくくなってしまいますので、必ず一番初めに吸い込むようにしてください。その後ですね、塩と黒胡椒、そしておろしにんにくをすり込んだらラップでしっかり包んで常温の状態に戻すようにしてください。このお肉をですね、常温に戻すことで外側と内側のお肉の火の通りを均一にすることができます。中のね、芯の部分が冷たいと表面だけがパサつきやすくなるので、必ず常温に戻した状態で焼くようにしてください。そしてその後ですね、お肉の表面を焼くんですが、1面あたりだいたい1分から1分半ほど焼いてください。この時油跳ねが結構するので、やけどだけには十分注意していただけたらと思います。そして焼き終わったら一度取り出して耐熱のジップ袋の中に入れてください。その後ですね、今回は炊飯器の保温機能を使って仕上げました。こちらにですね、ローストビーフを入れていただいて、その後60度ぐらいのお湯を注いでください。この60度ぐらいの目安なんですけれども、鍋肌のところに気泡が出てくるぐらいですね、そのぐらいの温度のお湯を入れてください。そして保温時間なんですが、今回60分保温してます。こちらをですね、お肉の大きさとか、あとは分厚さによってもね、適正な時間が変わる場合があります。だいたい40分から60分ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そして保温が終わったら取り出して、その後常温の状態で60分置いてください。そうするとお肉の肉汁がとどまって美味しい仕上がりになります。このね、出来上がったばっかりのお肉をですね、すぐ切ってしまうと、切った時にね、肉汁がバーッと出てしまいますので、一旦冷ましてその後冷蔵庫で1日置いていただくことで、お肉の中に肉汁を閉じ込めることができます。保温してね、もう出来上がっている
るのでそのまま食べていただいてもいいんですが、より美味しく召し上がりたい場合はぜひ冷蔵庫で1日置いてから食べてみてください。そして今回ね、ソースのレシピもご紹介しました。こちらにはね、お肉の肉汁がたっぷり入ってとても美味しい仕上がりになってます。少し甘めのソースに仕上げているので、こちらをですね、お好みで味を調整していただけたらと思います。作り終わるまでにね、少し時間はかかるんですけれども、炊飯器を使えばとても簡単に作ることができます。ぜひお時間を見つけて作ってみてください。はい、ということで今日はローストビーフを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。